どうも、明智ピロシキです。たまらんぽです。お願いします。今回の動画、皆さんお待ちかねの考察動画です。お、久々だね、考察。出ましたね。ん。テーマは、ソニック X ストーリー考察、クリスの成長を紐解くです。クリスについて。はい。はあ、はあはあ、前に投稿したクリス解説で、ソニック X の物語をクリス中心にがっつり語りましたよね。ソニック X の物語、正確に言えば第一期の物語のテーマの一つはクリスの精神的な成長だと言えるんですよね。はあはあはあ、クリスの内面描写や心理的葛藤が重要な局面でたびたび描かれてますし、精神面にフォーカスされてたのは間違いなくて、ソニック依存がだんだん深刻化しながらも最終的にソニックとの別れを受け入れたクリスの姿、ここに精神的な成長を見た人は多いんじゃないかなと思います。なんですが、クリスが最終的にソニックとの別れを受け入れられたのがなぜなのか、クリスがもともとどういう人物でソニックとの出会い冒険を通じてどのような成長をしていったのか、ここをちゃんと理解している人は実のところあんまりいらっしゃらないかもしれませんね。ああ、どういうこと？わかんないですよね。今回クリスの成長とはどんなものだったのか徹底的に解説していきたいと思います。お願いします。クリス解説の動画でも少し話しましたけど、実はソニック X 関連動画をいろいろ作るにあたって、久々にソニック X 全話見返したんですよ。ああ、すごい気合入ってるね。その時クリスのことがあんまり好きになれなかったんですよね。ああ、そうなんだ。ただ諦めずにもう一回丁寧に見返してみたら、クリスの本質ってこれかっていうのに気づけまして、そこからもうクリスがどういう人物でどういう風に成長したのかがはっきり分かってきたんですね。見え方変わった。クリスに対する印象、もっと言えばアニメソニック X の印象が180度変わりましたね。すごい。アニメの印象がガラリと変わった。今なら自信を持ってクリスが好きだと言えると思います。だいぶ込み入った内容になるかと思うんですが、お付き合いいただければと思います。楽しみにお願いします。とはいえアニメ制作者の実際の意図は知る由もないので、まあね、これから話すのはあくまで明智個人の解釈です。絶対的な答えではなくて一ソニックファンの解釈としてお楽しみください。またクリスに関する基本情報やソニック X のストーリーがある程度頭に入っている前提で進めていきますので、クリス解説の動画を見ておくと分かりやすいんじゃないかなと思います。まだ見てない方は先に見ておくことをお勧めします。それでは本編に参りましょう。お願いします。ではクリスの成長を紐解くにあたって、まずはクリスがもともとどういう人物だったかを振り返ってみましょう。お願いします。まず精神面ですよね。これはクリス解説とかでも話したんですけど、クリスは基本的に優しくて、正義感にあふれていて、正しいことをやろうっていう意思を持っている少年ですよね。基本いいやつだもんね。人間関係を見てもすごく恵まれてますよね。確かに。お父さんお母さんが多忙でちょっと孤独を感じたりはしているものの、優しいおじいちゃんや家政婦とか囲まれているし、友達もたくさんいて、人間関係には問題なさそう。そうだね。で裕福なお家の生まれですから、家庭環境的にも恵まれていると、成長とか改善の余地があまりないように見えるんですよ。確かに最初の段階でいい環境だよね。結構羨ましがられるぐらいのパーフェクトボーイみたいな状態です。でここからは物語に沿って見ていくんですけど、第2話ソニックが捕まっているクリームを助けに行こうとするシーンで、クリスのおじいちゃんチャックがクリスお前も行くんだ、お前いつも言ってただろ、父親のように退屈な男にはなりたくないって言って、クリスがおじいちゃんそれパパには言わないでねみたいなやりとりがあるんですけど、ここを聞くとクリスはどうやらお父さんが退屈なやつで、そうはなりたくないと思ってるらしい。なんかそう思ってるっぽいね。そういうことがある。でクリスはいいとこお坊ちゃんなんで、結構お家のルールが厳しくて、しつけとかもしっかりされてて、縛りの多い日々を過ごしてるんですよ。なのでそこから鑑みるにクリスは退屈からの脱却っていう、課題みたいなものがもともとあるんだなっていうように、見えはするような。退屈な人間になりたくないし、退屈な日常からできれば離れたいと、そう思ってるんじゃないかなと、思うわけです。なるほどね。ただこの課題は早くもソニックとの出会いによって解決してしまいます。そういうことだ。退屈はしなくなるよね。そうだろうね。あんな男が一緒にいたら、毎日冒険の日々、ということで外的な要因とはいえクリスが持っていた課題、退屈からの脱却、早くもクリアですね。なるほど。でその後のソニック X のストーリーは基本的にはソニックたちを元の世界に返すためにエメラルド集めをしていきます。
なので、クリス自身の課題をクリアしようっていう展開にはならないんですよ。ああ、なるほど。そういう状況でずっと進んでいきます。途中でクリスの家族問題みたいなものが挟まったりはするんですよ。はいはいはい。そのクリスの忙しいお父さんとお母さんとの関係、クリスは寂しい思いをしている。お母さんリンゼーはクリスに寂しい思いをさせていることに罪悪感を感じている。でも仕事が忙しい。で、仕事も頑張りたいから仕事に行ってしまう。そういうシーンが描かれはするんですけれども、アニメの中であんまり深く突っ込まれないです。なるほど。あまり深刻に向き合わないまま、ちょろっとだけ出てくるみたいな感じですね。ちょっと家族間の関係性、問題が垣間見えたりはするものの、本編にはあんまり絡んでこないというか。そうなんですよ。で、視聴者的に見て、クリスの孤独感って、共感しづらいんですね。深刻な問題として映りにくいというか、はいはい、お父さんとお母さんが多忙なのは分かるけど、そうは言っても家族いっぱいいるし、友達もいるし、ソニックたちもいるし、別にそんなに寂しい言わなくてよくない？そうね。っていう。人に囲まれてはいるもんね。っていう感じになるので、その問題に対しても視聴者的にあまり深刻に捉えないまま、物語は進んでいきます。確かに確かに。で、第1期前半のクライマックス。いよいよエメラルド残すところあと一つ、そろそろソニックが帰れそうだ。でもクリスの心の中に変化が生じるんですよね。ソニックを元の世界に返してあげたい、でもソニックと別れたくない、これはもうクリス解説の方でも詳しく話しましたけど、クリスの中で葛藤が出てくるわけです、言うなれば天使と悪魔、クリスの中の良心理性としてはソニックを返してあげなさいと言うけど、本音悪魔がいやいや一緒にいたいんだろっていうささやきだよね。この間で葛藤していくわけです。このソニックとの別れを受け入れられるかという課題、クリス自身の課題がようやく登場するわけですね。なるほどなるほど。この課題をクリアできるのか、ようやくソニック X がクリスの物語になってきたわけですよ。はいはいはい。なるほどね。本当はソニックと別れたくないっていう悪魔の心と、ソニックを元の世界に返してあげなきゃという天使の心がクリスの間で揺れるというか、ここに葛藤するわけだね。なるほどね。で、ここにだんだんフォーカスされていくわけですよ。で、クリスは一旦はソニックを元の世界に返すために行動するものの、それがあだとなってピンチになってしまう。これもクリス解説の方で説明しましたけれども、いろいろあってスーパーソニックが出てきましたよね。で、これと同時にカオスコントロールが発生しました。つまりクリスの意思とは関わらずソニックとの別れが突然訪れてしまうんですよ。そういうことだ。で、スーパーソニックとの会話、クリスが一緒に連れてってよ、僕は一人ぼっちになったら何もできないんだって一緒に連れてってくれと懇願するんですけど、ソニックはそうはいかないだろうということでさーっと消えていってしまう。このシーンでは別れが描かれるわけですけども、この時点ではクリスは全然ソニックとの別れを受け入れてないんですよね。そうだね。なし崩し的に分かれてるだけなんで、つまり先ほどの課題はクリアできないまま、クリスが成長していないまま次の段階に入っていくわけですよ。別に心に折り合いがついてるわけじゃないもんね。なし崩し的にお別れしたからもう受け入れざるを得ないっていう状況になっただけで、そのままのクリスのままストーリーが展開していくわけですよ。なるほどね。続いて第1期後半ですね。ここからはクリスの物語はしばらく保留されます。というのもソニックアドベンチャー1の話だったり、ソニックアドベンチャー2の話だったりで、別のキャラクターにフィーチャーされていくんですね。で、一気に49話まで飛びます。進むね。もうクライマックスですね。で、ここもクリス解説の方で詳しく話したのではしょりますけど、時間停滞化現象なるものが発生して、ソニックたちを元の世界にも返さないとまずいということになります。ここでクリス、別れたくないよ、まだ別れたくないんですね。折り合いがついてないよね。今までちょっと見ないふりをしてきたけど、このままずっといられるんじゃないか、ちょっとそういう甘い期待があった、でも突きつけられる現実、ソニックアドベンチャー1、ソニックアドベンチャー2の冒険を経ていろいろあったクリス、しかし課題は克服できてないんですね。そういうことだ。むしろソニックへの依存心は強まってるようにすら見える。この状況、もうソニック依存が結構どっぷりきちゃってる。ただその後エッグマンの説教を受けたりして、一旦はソニックとの別れを受け入れようとします。ソニックとの別れの日、ここで嫌だですよ。嫌だ。問題のシーンね。問題のシーン、これだよね。ここでもうすぐ最終回にもかかわらず、と、
まだそこなんですかまだこの課題解決できてないのってね。お前、まだその状態っていう、もう視聴者もパニックっていう状態ですよね。周りは結構別れを受け入れていってるんだもんね。クリスだけが受け入れられないまま、ずっと歩みを止めたまま、そこにいると。エッグマンに説教も受けたのに。状態です。あのエッグマンの説教は何だったんだということですよ。痺れる説教だったんでしょ。でもまだ依存心があると。ですよね。話は進んで、ソニックとの逃避行、焚き火のシーンですね。ソニックが言います、クリスに。お前の心はお前が決めろ。でもクリスは別れたくないんですね。別れたくないよ。僕はソニックがいないと何もできない弱虫だ。第1期前半のクライマックスと全く同じセリフを言ってるんですよ。おーいと。成長してねえなと見えるよね。まあでも、クリスはクリスなりに考えて、僕が一緒だとソニックは自由に走れないもんね。ということで、納得しきれてないんですけど、ソニックとの友情を守りたいということで、仕方なく別れを受け入れます。別れを受け入れられるのか、課題をクリアしたということになるんですかね。まあクリスなりに折り合いはつけて結論は出したっていう状態ですね。ソニックとの逃避行も経て、いろいろな気持ちの整理をつけて、別れを受け入れたっていうシーンで、終わるわけですけど、形としては別れを受け入れているんですけど、やっぱりどこか納得してないところがあるんですよ、クリスは。これはあくまで明智の見方ですけどね。でもそういう風に見えるんじゃないかなと思います。確かにね。本当だから折り合いつけただけで、ソニック依存の考え方根本的に変わってない感じだよね。そうっすよね。ここに関しては、ドラえもんの話を引用したいんですけど、ドラえもんありますよね。のび太くんがドラえもんと出会って、いろいろ助けてもらうっていう物語で、成長物語とかではないと思うんですけど、ドラえもんの中にさよならドラえもんっていう、最終回みたいなお話があるんですよ。ドラえもんが未来に帰っちゃうっていう話がありまして、最初のび太くんはドラえもんとの別れをやっぱり受け入れられないんですよ。なんで急に、いやいなくなったら僕どうすればいいの、状態になるんですけど、ドラえもんがすごくのび太を心配している、もう帰らなきゃいけないからどうしようってなってる時に、ドラえもんに安心して帰ってもらうために、一人でジャイアンに立ち向かうんですよね。のび太が。でもボコボコにされるんですけど、絶対にのび太引かない。でもその気迫に押されて、ジャイアンは最後も諦めるわけですよ。ジャイアンを退けたんだ。ドラえもんに安心して帰ってほしいから、一人でも立ち向かえるんだぞっていうところを見せるために、のび太頑張った。頑張ったんです。で、ドラえもんにその姿を見てもらって、やったよ僕一人で勝ったよだから安心して帰ってねドラえもんっていう涙の最終回なわけですけども、いい話だね。ソニック X も構造的にクリスがソニックと出会っていろいろ変わっていくっていうところでは似てるじゃないですか。確かにね。でもソニック X はそういう展開にはなってないんですよ。確かに。クリスがソニックが帰ってしまう。でもソニックがいなくても僕は大丈夫だよっていう何かきっかけのエピソードというか、例えばエッグマンに一人で立ち向かっていくとか、例えばエメラルドが見つからなかった時に自分の力でエメラルドを見つけたよとか、なんかそういう出来事を得てクリスの成長があったね、じゃあソニックさよならっていうなんか成長を期待しちゃうんですけど、確かにね、そうはなってないんですよね。それがいいか悪いかっていうのはさておき、なんとなくこう気持ち悪さを感じるというか、わかる。クリスって成長してんのかなっていう、そうだね、もやもやすんね感じはどうしても否めないと。本当に自立できてんのかっていうか、なんかしょうがない、分かった、もう別れるのはしょうがないからってなんかなし崩し的に一旦受け入れたように見えるよな。まあね、もっと感動的なんですけどね。でも全体の流れだけ見るとそう見える。なるほどね。でソニック X 第2期では立派に成長したクリスの姿が見られるわけですよ。でそれを見てクリス成長したなーってちょっと考えにふけるわけですけど、第1期ラスト時点で成長できてたとはやっぱり思えない。確かに。第2期と第1期の間に何かあったんだろうなみたいな感じにはなるんですけど、第1期時点では成長してなかったよねっていうのが正直な気持ちなわけですよ。ここにずっと引っかかりを感じてますよという話ですね。こっからが今回の考察の本番なんですけど。なんか目の色変わったね。はいはい、こっから本番？ちょっと腕まくりしようか。気合も十分だ。はいはい。こっから本番。はい。今まで前提としてきたクリスが成長するための課題、ソニックとの別れを受け入れられるか。これって、ソニック X が描くクリスの成長にとって実は重要ではない説。ここですね。クリスがソニック依存の状態から脱却みたいのが結構主題になってるなって思ってたけど、そうじゃないんじゃないかっていう説。結構これソニック X を根本から揺るがす説が出たんじゃないですか。シャドウ考察の時と全く同じコメントありがとうございます。どうなるんだこれ。
続けていきますね。はいはい。結局、ソニックとの別れを受け入れられるかっていう課題は、最後の最後までうまく解決できなかったっぽいじゃないですか。まあ確かに。なんか受け入れた形にはなってるけど、本音のとこはどうなのっていう感じでしたよね。で、なんかもやっちゃってるんですけど、そもそもその課題って克服すべき課題として設定されてなかったんだとしたら、どうなんだいっていうことを考えていくわけですよ。クリスにとっての本当の課題、それが何なのか、その重要なヒントが垣間見えるシーンが第51話、なんと最終回の1個前の話ですね。そういうことだ。ここまで行ってようやく出てきます。何どういうこと？第51話冒頭、クリスの回想シーンなんですね。3、4歳ぐらいの幼いクリスです。お父さんとお母さんがお家から出ていくところを見送ってるんですね。お父さんが言います。クリス、エラと田中の言うことをよーく聞くんだぞ。で、お母さんが、いい子で待っててね、クリスって言うわけ。で、幼いクリスはそれを聞いて、いい子にしてたらすぐ帰ってきてくれるって聞くのね。で、お父さんお母さんはちょっと罰が悪そうに顔を見合わせて、もちろんだともって言った後、愛してるよクリスって言ってこう、お家を出ていくわけ。その後モノローグです。クリスの回想のモノローグ。いい子にしてたらパパもママもすぐに帰ってきてくれる。信じてたけど、叶ったことは一度もなかった。という回想シーンが挟まるんですよ。これをどう考えていくかってことなんですけど、少なくともこんなに幼い頃からずっと親が家にいなかったクリス、やっぱり孤独だったんですよね。なるほどね。間違いなく。なんか周りに友達とかもいっぱいいるし、使用人のエラとか、田中とかも優しいし、なんか別に寂しくないじゃんって見えてたんだけど、最初の段階では。実は本当に小さい時からずっとお父さんとお母さんに会えなかった。これやっぱり孤独ですよね。いい子にしてたのにっていう、裏切られた気持ちもあるだろうな。そうだね、まさに言われた通りいい子で待ち続けてたのに、裏切られ続けた。一度も早く帰ってきてくれなかった。っていうことがここでわかるわけです。で、クリスって最初から人格的にしっかりしてるってさっき言いましたよね。優しくて素直で正義感が強くて、正しいことをしようとする性格、価値観っていうのを持ってる。言ったんですけど、これってこの孤独だったクリスが親の愛情を受けたいがために、いい子で待っててねっていう約束を守り続けた結果、身についたものだったかもしれないんですよ。処世術と言いますか。作り上げたいい子。だからなんか、そうか。確かにね、クリスってすごい真面目だし優しいし誠実だし、結構いいやつじゃんって最初思うもんね。これって実はクリスが作り上げた仮初めのいい子なんじゃないかってこと？その親の言葉を守り続けていたクリスが、知らぬうちに身につけてしまっていた価値観だったんじゃないかなっていう話ですよね。処世術ってね、言い方もしてくれてたけど、確かにね。そう、生まれつきいいやつなんだと思って、俺たち見てたんですけど、実は幼い頃に両親から受けたこの言葉、言ってしまえばいい子の呪いですよね。これがいい子ちゃんクリスを生み出してしまっていたかもしれない。これが推察されるわけ。ありそうな話だね、確かに。しかもクリスは結局いい子で待ってても報われなかったわけなんですけど、そのままいい子ちゃんクリスとして12歳まで育っちゃってるんですよ。長い時を過ごしてるんですね。おそらくもはやこのいい子ちゃんクリスが自分の性格価値観として染みつきすぎて、もうこうあることが自然だし、そうあることは疑問とか違和感とか抱かない状態になっちゃってるまである。なるほどね。という、どっちが本来の自分だったんだっけみたいな。小さすぎてそこまで思いも多分至らないと思うし、自分ってそういうもんだよねって生きてきちゃってるんだよね、きっと。だからこそ両親はもちろんエラとかスチュワートとか周りの大人たちも、ダニーとかフランシスっていう友達たちも、クリスはいい子だと思って疑わないし、言ってしまえば我々視聴者もそういう風にクリスをずっと見ているわけです。クリスが疑ってないからね。そういう構造だったんじゃないかっていうのが、実はこの51話冒頭のエピソードから見えてくると。なるほど。これすごく重要なシーンなんですよね。面白くなってきたね。とはいえ、このいい子の呪いがクリスにとって乗り越えるべき課題なのかどうかっていうのは、まだ断言するには早いかなと。確かに慎重に言いますね。ただ、この考えを一歩進める重要なシーンがあります。第45話、ソニックバトル前編っていう話なんですけど、キャラクター総出演、舞踏大会みたいな、いわゆるギャグ界なんですよね。そうなん。この中のほんのちょっとしたシーンなんですけど、細かく見てるな。クリスが武道大会で友達のダニーと対戦することになります。そこで最初戦意喪失してるかのように棒立ちなんですよ。クリスが。で、ダニーが
おいどうしたんだよクリス、ちゃんと戦おうぜ、みんなもなんかクリスに言ってやってくれよみたいな感じでこうクリスを誘うんだけど、クリスは動かない、でも一瞬の隙をついて不意打ちをしてダニーを羽交い締めにして勝つんですね。汚ねえなおい。汚ねえ技を、ダーティー技を使うんですよ。はいはいはい。その後控室でソニックとこういう会話をします。クリスがあんな手を使うとはな、ソニックもちょっと意外に思ってる。姑息だよね。でそれに対してクリスは、みんな僕をいい子だと思ってる、それが嫌だったから。ソニックがどうして聞き返すと、だって子供らしくないじゃない、子供なんだからダナもこねるしズルだってする、違う聞くわけ。はいはいはい。ソニックはそれに対してはは俺は OK だぜってこうかっこよくグーで返すわけなんですけど、本当にちょっとしたシーンですよ、もう見逃してしまってもおかしくないようなシーンなんですけど、クリスはいい子だと思われてることが嫌なんですよ。そういうことだ。親と、でもこれ45話の時点です、結構終盤ですよね、いつからクリスがそう思ってたかまではちょっと分かんないんですけど、少なくともソニック X 第45話の時点でクリスはいいことを思われることを嫌だって言ってるんですよ。そういうことだ、処世術としていい子であり続けてきたし、いい子であることで親が早く帰ってくるかもってことをずっと信じて作り上げてきた人格だったけど、45話の時点でいい子であることは嫌だとクリス自身も思っているってことが見えてくるんだね。なるほど。ここを組み合わせて考えると、クリスにとっての課題、それは親のいい子の呪いによって形作られたいい子ちゃんクリスからの脱却、これは一つあるんじゃないかと、大きくは描かれてないものの、一旦そういう課題ありそうだなっていう目線を持って、もう一度ソニック X を最初から見返してみると、あらゆることがクリアになってくるんで、おいおいそうなの？ここからまたソニック X の物語振り返っていきたいと思います。お願いします。ではですね、第2話から見直していきたいと思うんですけど、第2話でクリスがお母さんに電話をするシーンがあるんですね。ごめんねお母さん、約束を破っちゃった、夜のプールに入っちゃいけないって言われたのに入っちゃったんだみたいな、ソニックを助けるためのね。そうだね、っていう報告の電話をするんですね。でお母さんはいいのよクリスって言ってなだめてくれて、でクリスは愛してるよママって言って、受話器に口づけまでして、いい子ちゃんですね。いい子ちゃんだな、確かに。感じの一幕があるんですけど、そこをソニックに見られてるんですね。受話器に口づけするところまで。でソニックが何やってんだかみたいな、ちょっと呆れたような表情を見せるんです。でクリスはそれに対してちょっと頬をあからめて、照れくさそうにするっていうシーンがあるんですけど、こうポイントが2つあって、まずクリスは謝るところから入ったっていうこと。クリスはソニックを良かれと思って助けたわけですよね。でもそれに対してお母さんに謝ってるんですよ。悪いことをした、約束を破ったっていう、クリスの中では衝動的にいいことをしてるんだけど、悪いことをしたっていう理性もあって、で親に謝ってるっていうシーンなんですね。あと照れくさそうにした、これは、クリス12歳の男の子なんで、思春期特有の照れくささというか、ちょっと思春期の時って親との絡みを見られたくないというか、わかるよ。そういう照れくささみたいのはあると思うんですけど、それだけではなくて、実は自分が本音でしたことを謝ってるっていうこの歪み、ここに対するちょっとした罪悪感というか、罰の悪さというか、なんか自分がごまかしてるところを他人であるソニックに見られちゃったっていう、ちょっとした気まずさもう実はあったんじゃないかと。なるほどね。もしいい子ちゃんからの脱却をしたかったんであれば、もう長年染みついた親とのコミュニケーション、処世術で反射的に謝っちゃう、いい子を演じるっていうかいい子の行動しちゃうんだけど、心のどっかではいや自分はいいと思ってやったのになっていう気持ちがあったのかもしれない。でそれを取り繕っているっていうところをソニックに見られたっていう、てへへだった可能性。なるほどね。これはちょっと深読みすぎるかもしれないんだけど、そういうシーンに受け取れるなと。わかるよ。親にとってのいい子ちゃんをやってるところっていうか、その仮面の裏側みたいなところの境目をソニックに見られたっていうのは、やっぱ罪悪感というか、気まずさというか、照れの表情以上の何かはあったのかもしれないねっていうことだよね。で同じエピソード2でチャックに、お前父親みたいに退屈な男になりたくないって言ってただろって言った時に、それを内緒にしててねって言ってたり、おじいちゃんに言ってるけど、父親には隠してる自分があったり、他のエピソードなんだけどお母さんがすぐに仕事にいなくなっちゃう、ホームパーティーを開いたのにすぐに仕事に行っちゃったっていうエピソードがあるんですよ。でその時に母親がいないところで
まあまあひどいよね、すぐいなくなっちゃってさみたいなことをこう愚痴るシーンとかがあるんですよ。だからクリスは親のいないところでは結構本音を言えるんですね。なるほど。なんとなく親との関係性に懐疑的というか、そういう部分もあるんだなっていうことが見えてくる。クリスは親の前ではいい子ちゃん演じてるけど、実はそうじゃない一面もありそうだぞっていうのが見え隠れしてくる。そうだね。これはクリスがいい子ちゃんから脱却したいっていう思いがもしあるんだとしたら、結構整合性が取れてくるんじゃないかなと思います。確かに。第4話、ここは劇的なシーンなんですけど、クリスが最初のカオスエメラルドを見つけるんですね。でエッグマンと奪い合いをすることになるんですよ。でエッグマンが乗っているエッグモービルが飛び上がってしまったんですけど、とっさにクリスはそこにしがみついて、エッグマンと一緒に遥か上空に飛んでいっちゃうんですよ。でエッグモービルの上でもみくちゃになった挙句、なんとかクリスがカオスエメラルドを掴み取ってそのまま落ちていってしまうんです、危ない危ないなんとかソニックがキャッチして、まあ大事は至らなかったんですけど、みんなからちょっと怒られるわけです。無茶しやがってと。そういうことか。でクリスもソニックに対してごめんなさい最初謝る。同じだよね、謝ってるんですよ。親にプールに入ってごめんなさいの時と同じように、自分としてはいいことをしたつもりだけど社会的に迷惑かけちゃってるからごめんなさいのいい子が勝って出てきてるっていう状態だ。出てきてる。でもそれに対してソニックだけはなんで謝るんだ、かっこよかったぜっていうわけ。ソニックでクリスもほっていう、ほっとしたような顔になるっていう、これもなんか本当にエピソードの最後にちょろっとだけ描かれるほんのちょっとしたシーンなんですけど、クリスはその時ソニックにかっこよかったぜって言われて、初めて自分のそのとっさの行動だったり、要はいい子ちゃんじゃない行動、いい子ちゃんじゃないクリスが肯定されたんですよ。みんなは無茶するんじゃない、お前やソニックとは違うんだから子供なんだからって言われるのに、かっこよかったぜって言ってくれたソニック、ここでソニックに憧れだったり友情だったりを感じていくわけですね。なるほどね。みんなに期待されるアクションをしたことじゃなくて、自分が良かれと思って本能的に行ったアクションをソニックには認めてもらえるわけだ。それがいい子ちゃんじゃなかったとしても、そのソニックの言葉がクリスの中ですごくきっと大きかったんだと思います。なるほど。でここからクリスがどういう風に変化していったかっていう話なんですよ。第1期前半のクライマックスでクリスは葛藤しますよね。その葛藤っていうもの自体がクリスの中では変化なんですよね。自分の本音といい子ちゃん理性とのぶつかり合い、ここで本気で悩む、これはクリスの中では新しい感情なんですよ。今まではいい子ちゃんでいれば褒められたし、それで生きてきた、でもそれで折り合いがつかない感情が出てきて、それが自分の本音で、クリスはなんだかんだその葛藤の中で一度はソニックを元の世界に返してあげようとして行動するんですけど、ソニックがエッグマンのロボットにボコボコにされてピンチになってしまったのを見て、いても立ってもいられなくなって体がまた動いてカオスエメラルドをエッグマンから奪い取って、誰にも渡さないぞ、ソニックはずっと僕と一緒にいるんだ。これってクリスが本音を言ってるシーンじゃないですか。つまりいい子ちゃんから脱却しようとしてるシーンなんですよ。そういうことだ。ちょっと思い返してみてください。最初に想定してた課題、クリスはソニックと別れを受け入れるっていう課題、で見ていた時はクリスは受け入れられてないから、このシーンは何も成長してないって見てましたよね。でも今回クリスはいい子ちゃんから脱却しようとしているんだっていうようにこの物語を見ていると、いい子ちゃんの考え方、ソニックを元の世界に返す、ではなくて、自分の本音であるソニックと一緒にいたいっていう本音を貫いたシーン、つまりいい子ちゃんから脱却してんですよ。ここなるほどなるほど。進んどるやんけと。確かに見え方変わってくるね、ということですよね。なるほど。でその後、ソニックと対話をして、ソニックにも直接いや僕はソニックと別れたくないんだよって本音を言う、だからこそソニックはちょっと嬉しそうなんですよね。ありがとうクリスってそこで言うんですよ。だからソニックはなんとなく分かってるんですね。でも別れが訪れてしまうっていうシーンなんですけど、クリスは明らかにちょっと変わってきてるんですよ。確かに、ね、ソニックと出会って本音を出せてるし、ソニックにも伝えてるし、少しずつ自分の本音は表現できるようになってきてるわけです。確かにね、第2話のクリスの感じだったらソニックと別れを告げることがもう社会的に良しということなのだから、そのいい子ちゃんムーブでそのまま送り出してあげる、バイバイソニックって、もう何も起こらず、波風立てず、ただ優しく送り出すが想定されるけど、そうなってないのは
クリスなりに課題に向き合って解決に進んできたからなんじゃないかっていう。そういうことですよ。いや、見え方だいぶ変わるぞ、これ。そうなんだ。で、そのわがままを言ってるクリスを見ている周りの大人たちは、もしかしたらクリスのことを責めるかもしれない。何をわがまま言ってるんだと。そうだね。ソニックの生活もあるんだぞ。テイルスたちの生活もあるんだぞ。怒るかもしれない。友達たちも、どうしたのクリスって言うかもしれない。だって、ソニックを返すために俺たちは協力してきたんだろ、クリスと。何なんだお前はって。そうだね。思われるかもしれない。で、視聴者もそう思って見てた。何なんだよ、クリス。成長しろよ。ね。いや、でもクリスの中では成長してたんですよ。なるほどね。このまま続きを見ていきましょう。面白くなってきたね。第2期後半についてお話ししていくんですが、これも終盤に一気に飛びます。ソニックアドベンチャーとかの話は省いて、終盤に飛ばせてもらうんですけど、43話、家電大パニックみたいな話がありまして、エッグマンのせいで家電製品が暴走してしまって、その家電製品のチップを作っているお父さんの会社が責任追及されるみたいなお話があるんですけど、烈な回だね。その話の中でクリスがお父さんとお母さん、チャックが口論を始めちゃった時に、いい加減にしてよ、みんな出てってよっていうシーンがある。クリスが親に反抗的な態度をするシーンってそこが初めてなんだよね。だ結構重要なシーンではあるんだけど、だんだんとクリスは第2期後半のもう本当に終盤になってくると変化がもう出てきてるんですね。ただ見てるだけだとスルーしちゃうんだけど、だんだんクリスって本音言えてるじゃんっていう。なるほど。親に対してもそういう態度取るようになったんだっていうシーンなんですよね。この第43話っていうのは。でもその後結局クリスはお父さんたちが頑張ってるんだったら僕も力になりたいって言って家族みんなで協力してその問題に立ち向かうっていう家族の絆が強まるっていうお話なんですけど、そんなようなものを経て第49話ですね。また出ました時間停滞化現象の話ですよ。ここの話をまた紐解いていくんですけど、ソニックと別れるっていうことを余儀なくされる。ここでクリスは、やっぱりそうなんだ。そんなの信じたくない。ソニックと別れるなんて嫌だ。で、家族みんながいるリビングみたいなところで言うわけですよ。最初、ソニックと別れたくないってスーパーソニックの前で言った時は、周りにいたのはソニックとかエッグマンだけだったんですけど、今親の目の前でソニックと別れたくないって言ったんですね。でチャックは聞くんだクリス。どんなことにも始まりがあれば終わりもある。今その時が来たんだ。お前なりによく考えるんだ。言うんですけど、それでもクリスは嫌だ聞きたくないって飛び出ていっちゃうんですね。でお父さんお母さんも取り乱すというか、クリスどうしちゃったんだろうみたいな状態です。だからクリスが変わってきてしまっているので、そういうことだよね。今まで見ていたいい子ちゃんのクリスじゃない、戸惑う、よくある話ですよね。どうしたのあなたっていう、いつもと全然違うじゃないっていう、あれの戸惑いですよ。でもクリスの中ではこれが本音なんだよね。そういうことだよね。家族から見てもクリスは変化してきているし、それは今まで家族から見えてたいい子ちゃん像からクリスの本音が出てきているっていうところに親も戸惑い始めているっていうような状況だよね。で祖父のチャックだけは冒険野郎だったこともあるし、ソニックたちの付き合いも長いし、どことなくやっぱクリスの理解者っていう立場ではあるんですよね。だからチャックは父親のネルソンと母親のリンゼをなだめて、今クリスの思うようにしてあげようというわけですね。でクリスは飛び出た後にエッグマンの元に行って、でエッグマンに説教を受けて、落ち込んで、で結局ソニックを元の世界に返さなきゃなっていうことをある程度受け入れようとします。折り合いをつけなきゃなっていうことを納得しようとするんですね。でやっぱり気丈に振る舞う、大人らしく振る舞おうとする。友達たちがエミーやクリームとの別れを別れをしている中、涙も流さずにそう眺めてるんですよ。僕はソニックと別れられるだろうかってね。で結局別れられないわけですよ。ここで何が変化しているかっていうと、これも細かいところなんですけど、友達の前でもやったんですよね。全員が期待する前で、親だけじゃなく、友達もいる、そこで嫌だをやったわけですよ。自分の本音を言えたと、全員が期待していたものを裏切って、視聴者も期待していた展開を裏切って、本音を通すクリスが描かれた。だからやっぱり段階的にちょっと進んでるんですよね。でソニックの手を引いて走り出す、ここからはすごく細かく話すんですけど、ソニックの手を引いて走り出したクリス、最初ソニックはちょっと戸惑ったような顔をしているんですけど、すぐににこやかな顔になって、クリスの前を、もうクリスを引っ張る逆に、状態になるんですね。
で、クリスはそのソニックに引っ張られる形になった時に、一瞬ほっとしたような顔をするんですけど、その後すぐに険しい顔に変わって、そのシーンが終わるんですよ。なんか意味深ですよね。確かに細かい表情の変化があるみたいなね。ソニックは戸惑いから笑顔に変わり、クリスは笑顔から険しい顔に変わる。これが何だったのか後ほど説明します。で、第51話、クリスの長い旅ですね。その冒頭にクリスの回想シーンが入ってきて、お父さんとお母さんの呪いの言葉が出てきます。いい子の呪いのシーンね。で、その後クリスはソニックと二人きりで当てのない旅に出ます。で、クリスが言うんですね。ソニックどこに行きたい？ソニックはクリスが行きたいところでいいぜって言って、クリスは最初よーしみたいな感じでこういろんなところに行くんだけど、だんだん行く場所もなくなってきて、また聞くんですよ。ソニックどこに行きたいの？いやだからクリスが行きたいところでいいって言ったろ？行きたいところがわからないんだみたいな、やりとりがある。それでもずっといろんなところを旅しながら、最終的にはクリスが山の方に向かっていくんですね。別荘に行く。クリス解説の方でも話したんですけど、でその道すがらちょっと滝が流れてるというか渓流みたいなところに行くんですけど、そこを登っている時にクリスが足を滑らせちゃうんですよ。でソニックが慌てて手を差し伸べる。でクリスはそれをこうわっと掴むんですけど、その時クリスはまたほっとしたような顔をした後にムッとした顔を一瞬して、で手を離すんですね。でその後またソニックとクリスは2人で歩いてるんですけど、なんかクリスはソニックの前をこう走ろうとするんですよ。先導しようとして、でも転んじゃって、またソニックに手を差し伸べられるんだけど、一人でも大丈夫だよって言って自分で立ち上がったりするわけ。なんか不思議な感じですよね。クリスはなんだか、思いがあるみたいだと。で別荘にたどり着いて焚き火をすることになって、こう薪をねいっぱい運ぶわけですけど、でソニックがまた手伝おうかって言うんだけど、これぐらい一人で運べるよって言って、とにかくなんかクリスはソニックの手伝いを断って、一人でどうにかやろうとしている様子が見れる。これがどういう意味なのかまた後で説明するんですけど、焚き火のシーンですよ。ここは結構しっかりお話ししようと思うんですけど、クリスはみんなの前でエゴを通したわけですよね。そうだね。全員の期待を裏切ってここまで来た。自分のわがままを通してきた。どこに向かえばいいかわからない。そしてソニックは怒らない。怒ってほしいんですよ、クリスは。どこか怒ってほしいみたいな感じすらある。何なんだ、ソニックが何を考えているのかがわかんないみたいになってくる。でここまで連れてきちゃったけど、これからどうしたらいいのかもわからない、みたいな状態ですね。だからクリスがこの先に行くための最後の試練ですよ、ここは。でクリスは聞くんですね。ソニック、どうして僕と一緒に来たの？帰らなくていいの？聞くんです。でソニックは帰ってもいいのかって聞き返す。ずるいよそんな言い方。じゃあ僕が帰らないでって言ったらソニックはずっとここにいてくれるの？クリスがそれを望むなら、お前は俺の命の恩人だからな。このシーンですよね。恩人だから、恩があるから僕の望む通りにするの、っていうこのメンヘラムーブですね。今までずっと義務でやってきたってことなの？友情じゃなくてっていうシーンですよ。クリスの中ではソニックが自分のことを認めてくれた。すごく嬉しかったわけですよね。ソニックも自分と友情を感じていて一緒にいてくれているんだと思ったら、ソニックは義務でやってたんだ。これってどういうことかというと、自分と同じなんですよ。かつての自分と縛られてて、何か違う価値観、自分の本音とは別の価値観の上で行動してた。ソニックも僕と同じだったの。僕が助けてくれたから仕方なく僕と一緒にいただけで、本音は違ったのっていうことなんです。そういうことか。そこですごくクリスは傷つくんですね。僕はソニックみたいになりたくて本音を通してきてここまで来たのに、ソニックが違ったのっていう、この絶望、これなんですね。ただソニックは言い返します。クリス、友情は自由なんだぜ。お前の心を決めるのは俺じゃない。他の誰でもない。お前自身なんだ。友情は自由だ。だからお前も自由に決めろ。でそれを聞いたクリスは、じゃあソニックが僕の気持ちが自由だって言うなら、ソニックの気持ちはソニックが決めなきゃ自由な友情にならないよねって言っていて、解説の方でも話したんですけど、ちょっとこれはね分かりづらい。これはもう本当に明智の深読みのせいでややこしくなってしまうんだけど、クリスが恩人だから一緒にいるとは言ったものの、ソニックが別に何かに縛られてるわけじゃなくて、自由な意志でそうしてるだけで、ソニックはどこまでも自由なんですよ。
っていうことを言ってんだと思うんですよね。ソニックがそういう意図で言ってたんだろうって解釈をするんであれば、クリスは多分ソニックが言っている本音というか真偽を受け取れてないんじゃないかっていうようにしか見えない。ずれた回答をしているので、クリスはコミュニケーションエラーが起きてるんですよ。僕の気持ちが自由だっていうならソニックの気持ちはソニックが決めなきゃ自由な友人にならないよねってクリスは受け取ったんだけど、そもそもソニックは自由に決めてやってるんで、ソニックはどこだっていいんだと。俺にはこれがあるっつって走るわけ。俺には足がある。こいつがあればどこへだって行けるからな。自由に。っていうわけ。だからソニックは別にどこだっていい。なるほど。で、クリスに助けられた恩がある。俺はそれを返したいからクリスが望むようにしたい。それが俺の自由意志なんだぜっていうわけ。で、クリスはそれを受け止めて、ここじゃダメだね、ソニック。今日は走ってないもんね。僕が一緒だと僕が追いつけないからって言うんだよね。なるほど。ここで分かってくるんですよ。クリスがなんであんな動きをしてたのか。クリスはソニックと一緒に走れるようになりたかったんですよ。ソニックと肩を並べて自分の力だけで走れる姿を見せたかったけど、ずっと助けられっぱなしだった。だからソニックがいつでも手を差し伸べてくれることに対して顔をしかめたし、一人でやるって言ったし、どうにかこうにか自分一人でソニックと一緒に走ろうとしたんだけど、それは叶わなかった。ですよね。ソニックを縛りたくなかったから、それはもう行動面でも精神面でもっていうところで一人で動けるぞというところをアピールしていきたかったし、アピールしたかった。義務で一緒にいるんだとしたらそうはさせたくなかったっていう、そういう現れだったんじゃないかなと思うんですけど、今日はソニックは全然走ってない。僕が一緒だとやっぱりソニックって自由に走れないじゃないか。そうは言ってるけど。で、分かってたよ僕。縛らおうとしてたのは僕だ。ソニックの自由を奪って友情を壊そうとしてるのは僕なんだ。僕はソニックみたいにはなれないよ。で諦める。これがソニックの別れの受け入れなんですよ。なるほど。僕はソニックと友情を持っていると思っている。で、ソニックが友情は自由なんだぜって言った。ソニックは自由に決めてる。だから僕も自由に決める。僕が自由に決めた友情っていうのは、ソニックが自由に走れるっていうことなんで。一緒にいたいけど僕はその資格がなかった。本当はそうなりたかったけど、この旅を通してそれができないことに気づいちゃった。でも僕はソニックに自由に走っててほしい。だから僕は別れを受け入れるよ。こういうことなんですね。なるほどね。ただクリスは泣きます。ソニックがいなくなったら、一人ぼっちになっちゃったら僕は何もできない弱虫だ。ずっと本音が流れ続ける。もうクリスは全然いい子じゃない。ずっと本音が流れている。でもソニックは言います。俺はそうは思わないぜ。お前はあの時真夜中のプールに飛び込んで俺を助けてくれたじゃないか。俺には絶対できないぜ。これなんですよ。ソニックはずっと気づいてたんですね。クリスがプール飛び込んで助けてくれたっていうのはクリスの本音だった。最初のカオスエメラルドをエッグマンにしがみついたのはクリスの本音だった。それって別にソニックに出会う前から持ってたクリスの強みなんですよ。ソニックと出会ったからクリスができるようになったことじゃない。クリスはずっとソニックがいないと僕は何もできない、僕は何もできないってずっと言ってるんだけど、ソニックは知ってる。なぜなら自分のことを助けたクリスを知ってるから。これって最初からお前が持ってた強さだよね。しかもそれっていい子のクリスじゃないよね。だからお前はもう大丈夫なんだぜ。一人でも。っていう話なんですよね。そういうソニックは分かってたんだ。分かってたんですよ。しかも俺には絶対できないぜ。ここがすごく効いてくるところなんで、ちょっとこれについてはまた後ほど解説していくんですけど。伏線張り巡らすね。一旦ですね、焚き火シーンの解説だったんですけど、クリスがソニックとの別れを受け入れるっていう課題を持っていたっていう風に見てたら全然成長してないように見えたけど、ずっとソニックに依存しているように見えたけど、ソニックに依存していることとか、ソニックとの別れを受け入れるっていうことは実はそんなに重要じゃないというか、むしろ肯定的に見える部分というか、クリスの本音だから。で、クリスはいい子ちゃんの呪いを脱却するためにとにかく本音を表現できるようにずっとちゃんと段階を踏んで変化していってたんですよ。なるほど。で、最後の最後に自分が変わろうとしたけど変われなかった。で、それを受け入れてソニックとの別れを受け入れた。でもそれでも僕はソニックと別れたくないんだよっていう風にずっと最後まで泣き続けたっていう、子供らしいクリスですよね。12歳の子供らしいクリス。確かに。がそこにいたわけですね。なるほどな。というね、ソニック X 第1期、クリスの物語っていうのは実はこういうお話だったんじゃないかと。いうことですね。いや、ずいぶん見え方変わったね、これはね。ねえ。確かにな。本当に見方一つで全然変わっちゃうというか、いい子ちゃんの呪いからの脱却っていう観点で見たら、本当にクリスってずっと社会的にいいことをアンサーとして出し続けるマシーンだったのが、どんどん扱いづらいわがままボーイに変化していってて、
で、最後はその、ね、ソニックとの別れを、受け入れないということを、家族にも友達にも、そのソニックたちにも全員がいるところで公にする。そんなのは今までのクリスでありえなかったわけだよね。なぜなら全然いい子ちゃんじゃないから。っていうところまで本当に見てきて、すごくクリスってやっぱ変わってきてるんだな。成長という言い方をするのであれば、クリスって第2話の時点から別れのタイミングまでずっと成長し続けてるんだなってのがすごく分かったし、この焚き火のシーンとかも今解説してもらってて、やっぱソニックってそういうところも見越してクリスと関わってたんだなっていうのがだんだん分かってきて、冒頭で言ってたみたいに180度変わりつつあるね。そうでしょう。そうなんですよ。結構だから本当にメンヘラクリスうぜえなってずっとさ思い続けてきたから、確かにそういう観点で見たら成長を続けてきてるんだな、クリスも頑張ってんだなっていう、その中でね、自分の中で折り合いつけてっていうのがだんだん見えてきたね。見えてきましたか。よかった。みんなも見えてたらよかった。面白いな。まだまだ続きますからね。ここまでの話を一旦まとめると、ソニック X の物語ってクリスの成長物語だよねっていう話をしました。で、その成長がどういうものなのかって考えていった時に、クリスがソニックと出会って、ソニックとの別れを受け入れなくちゃいけなくなって、その別れを受け入れようっていうお話だと最初は思ってた。でもそうじゃないっぽいぞと。で、じゃあ見方を変えた時に、クリスは親のいい子で待っててねっていう言葉を信じ続けて、いい子ちゃんの呪いにかかってた。で、そのいい子ちゃんから脱却したいっていう思いがクリスの中にあった。だからこの物語っていうのは、いい子ちゃんの呪いにかかっていたクリスが呪いから脱却するための物語なんだ、っていう風に見方を変えたら、すごいクリアになるじゃん。そうだね。っていうことですよね。ここまで見てきたと思うんですけど、こっから先はちょっと複雑になるんですが、クリスとソニックの関係、ここを細かく紐解いていきます。最後、クリスとソニックの焚き火のシーンで、クリスが最後に一人では何もできないんだよって言ったことに対して、ソニックが、そんなことないぜクリス。お前はあの時助けてくれただろ。俺には絶対できないぜって言ったくだりありましたよね。あれが本当にもう最後のシーンなんですけど、クリスは自分が成長できてないと思って泣いてますよね。で、ソニックはそんなことないぜって言ってますよね。クリスとソニックの中で、クリスの成長レベルっていうのが若干ずれてるんですよ。要はソニックはお前はもう十分成長したぜって言ってるのに、クリスはなんか納得してないんですよね。ここはちょっとずれてるんですよ。確かに。これはなんでなんだろうなっていう話をしていきたいと思います。ソニックは実はかなり序盤の段階でクリスがいい子ちゃんなんだってことに気づいてるんですね。一貫してソニックだけが気づいているんですよ。今回考察してきて、一度クリスの親や友達たちと同じ目線でクリスを見てきたけど、そうじゃないぞっていうことに気づいて、全然違う目線でクリスを見てきたじゃないですか。その視点って実は最初からソニックが持ってたっていうことなんですよね。で、ソニックとクリスの友情にも関わってくることなんですけど、第1話でクリスにソニックは助けられます。で、クリスとソニックの友情の始まりって、ここから始まってるって皆さん思ってると思うんですけど、あれ違うの？実は違います。言い切っちゃいましたけど、なんでかっていうと、ソニックは第2話でクリームが捕まってるって情報をキャッチして、じゃあねっていなくなろうとするんですよ。クリスから別れようとする、もう俺行くわみたいな、さっさとこんなところから離れてやるぜみたいな感じなんですよ。だからクリスに助けてもらって、焚き火のシーンでもお前には助けてもらったからなとか言ってたくせに、助けてもらった直後じゃあねって言っちゃうんですよ。行こうとしちゃう。チャックにね巻き込まれて、結局は一緒に冒険をして、クリームとかテイルスが助けた仲間を、政府からかくまわなきゃいけないし、とりあえずクリスの家に置いといてもらうかみたいな感じで、クリスの家に世話になる流れになっちゃって一緒にいるんですけど、ソニック的にはクリスに全然依存心ってなくて、別にいつでも離れられるというか、そういう関係なんです。実はすぐ別れようとしちゃうくらいにはクリスに全然依存心はないというか、恩は多分感じてると思うんだけど、助けてもらったクリスとずっと一緒にいようみたいな感覚は全然なくて、そうだね、今にもクリームを助けに行くぞというムーブに見えるわけだ。そうだね、でどこでじゃあソニックがクリスに興味を持ったかっていうと、これが第4話のクリスがエッグマンからエメラルドを奪い取り、わーって落ちたけど助かってっていうあのシーン、クリスが謝りますよね。ごめんソニック、心配かけて。なんで謝るんだ？かっこよかったぜ。ここですね。ここなんだ。ここなんですよ。ソニックは俺のことも
こいつ捨て身で助けてくれた、はいはい。ちょっとガッツあるじゃんって思ってたけど、うん。またやってんじゃんこいつと。はいはいはい。いや、あんな高いところまで行っちゃったのに、エッグマンともみくちゃやって、エメラルド奪い返してきたじゃん。やるじゃんクリス。なるほど。お前なかなか見どころあるよな、っていうシーンだったと思うんです、そこでようやくソニックはちょっとクリスに興味を持ちます、と明智は見てます、ということでちょっと話を進めていくんですけど、でもソニックはクリスのいい子ちゃんの部分を見てるんですよ、謝ってくるなこいつ。お母さんに電話してた時もこいつ謝ってたな、やれやれ嫌なもの見たぜって顔してたよね、ソニックは、こいつ本音じゃないこと言ってやがるぞ、俺の嫌いなタイプだぜって感じだよね。自分を助けてくれて見どころあるかなと思ったけど、なんだこんなことやってんのかとちょっと失望した部分もあったのかもしれない、クリスがお父さんとお家で再会するっていうシーンがあるんだけど、そこでもクリスは父親みたいになりたくないって言ってたりとかしたくせに、全然こういい子で振る舞うわけよ。パパ帰ってきてくれたんだみたいな、やってるわけ、それを見たエミーとかテイルスは、よかったねクリス、お父さんとお母さんが帰ってきて嬉しそうだよね、ソニックも一緒に見ようよみたいなことを言うんだけど、ソニックだけが屋根の上でこう神妙な面持ちで月を眺めてるんですね。ソニックは見てないんですよ、そのクリスが和気あいあいと家族の団らんをしているところを、みんなよかったねクリス寂しかったもんねよかったねってやってんだけど、ソニックだけは月を見て、まあこれはなんか意味深だね、確かに、意味深ですよね。家族団らんだったらその場に来るのが自然な気するもんね、あえて席を外してるように見えるな、確かに、しかも何の説明もされないんですよね、そのシーンで。そこでソニックが何を考えていたのかなっていうと、おいおいクリスですよね。まあそうだよな、いい子ちゃんムーブまたやんだろっていうことだよな、と思ってたんじゃないかなと思うわけです。でもそんなクリスが自分がピンチに陥った時に、エッグマンのメカの中で大立ち回りをして、エメラルド奪って、エメラルドをソニックの元に、ルージュのトラブルがありながらも、ソニックの元に届けてくれたおかげでソニックがスーパーソニックになってエッグマンを倒せて、クリスも助けられた、その時にソニックはありがとうクリス助かったぜという、いやクリスやってくれたなと、でクリスは僕は一人ぼっちじゃ何もできないんだ別れたくないよって言うんだけど、ソニックはクリスお前はって言いかけるんだよね、何を言うか分かんないんだけど、おそらくクリスお前は一人でも大丈夫だぞって、もうその時点でソニックは分かってるわけ、いやお前は俺に会う前からすごかったじゃん、で今もやったじゃん、クリスはソニックと会ったからって思ってるけど、ソニックはそうは思ってなくて、元々のお前の良さだろこれって、後先考えずに体が動いちゃう、でもそれが正しい結果につながるって、これお前の美点じゃん、みんなから怒られるかもしれないけど俺は知ってるぜ、だから大丈夫だって多分言おうとした、だからソニックはずっと分かってんだよね、でもクリスがいい子ちゃんやってるっていうところも見てて、こいつはもう少し変わっていく必要があるなっていうのもなんとなく分かっていて、で自分の本音を出してくれた、それを見て変わってくれてるっていう、ソニックと別れたくないって言ってくれたっていうね、この嬉しさで、いい子ちゃんせず本音で語れてるじゃないかクリスと、だから助けてくれたことにもありがとうなんだけど、それだけ俺を大切に思ってくれてありがとうでもあるんだよね、っていうシーンだったんじゃないかなと思います。ソニックは一貫してクリスの導き手としての動きをしていくんですね、でそこで分かってくるのが嫌だのシーンですよ。嫌だのシーンの後、ソニックはクリスにこう手を引かれた時に、戸惑った顔をして、その後こうニヤッとしましたよね、あの時の心境っていうのは、クリスここまでやんのかよっていう、クリス何返してくんないの、一瞬自分の状況に戸惑ったものの、おいおいクリス付き合うぜっていう、そのみんな見てたのにお前そんなことまでしちゃうの、やるじゃんっていう、そのソニックバトルのシーンも経てるしね、俺はいいと思うぜの話そういうことだ。クリスがいい子ちゃんじゃなくなりたいんだよねっていう思ってることも聞いて、で実際に行動してるところを見て、こいつ変わったなと、いい子ちゃんの呪い解けてんじゃんっていう、だから最初はソニックは帰れない戸惑いの表情だったけど、そんなクリスを見てニコッと笑うということだよね、だったらもうちょっと付き合ってやるかっていう気持ちだよね。見届けてやるぞ、もう多分あの時点でソニックはエメラルド全部集めてるんですけど、見届けてやるぜっていうことだよね。表情の秘密はそういうことだ、でクリスはというと、ソニックが自分を先導してくれたっていうことに対して、ソニックが自分のその行動を認めてくれた安心感、でもソニックについていけるだろうかっていうこの不安だよね、そういうことだね。やっちゃったぞと、覚悟を決めたしかめっ面だよね、やったぞとここから僕はソニックと一緒に走るっていう試練が待ってるんだっていう覚悟だよね、結果的にはそうはできなかったんだけど、
この意味深な表情のカット、ちょっと分かってきたね。で、まあ一緒にこう旅をしていく中で、クリスは全然自分で行く先が決められない。これもクリスにとっての乗り越えるべき課題なんですよね。いい子ちゃんからの脱却ももちろん必要なんだけれども、クリスは自分のことを自分で決められないっていう欠点も持ってたんですよ。ソニックもなんとなくそれに気づいていたっぽくて、まあ、とにかくクリスに決めさせようとする。お前が行きたいところに行けよ。ずっと言い続ける。でもクリスは決められない。クリスが学校の課題で将来の夢について作文をするシーンがあるんですけど、将来の夢、それはソニックとずっと一緒にいることです。ちょっと子供っぽいかなっていうシーンがあって、将来の夢すら決まってないんですね。なるほど。全然自分のことは決められない子なんですよ。ソニックはそこも変わるべきだと思っていたはず。で、旅を通して最後メッセージを送るよね。ソニックからの一番大事なメッセージ。友情は自由だ。お前の気持ちはお前が決めろ。これが最後のソニック先生からのクリス成長の最後のピースですね。なるほど。お前が決めろ。お前が決めろ。ここまでやれたお前ならそれもできるだろうと。だから親から言われてソニックと別れるとかそういうことじゃないよな。お前がちゃんと自分の意思でどうするかを決めるんだぞ。ことだよね。なるほどね。で、クリスは最終的にソニックと一緒に走れないという現実を見て、別れる、決めた。それはなぜならソニックとの平等な友情のため。これがクリスが自分で決めた結末なんですよね。で、それを見届けたソニックは、お前はもう大丈夫だって言った。っていうソニックのこの気持ちね。クリスやるじゃん。っていうね、こいつちょっと自分で決められないんだな、いい子ちゃんなんだなっていうところをずっと見てて、それを導き続けて、最後に送った言葉は、自分のことは自分で決めろ、自由に生きようぜ。これなんだよね。いや、ソニック先生、すげえな。全部見えてたんだ、ソニックからは。全部見えてた。いい子ちゃんの呪いから解き放たれてるじゃないか。本音で喋れるようになったじゃないか。で、最後には自分で決められたじゃないかというところで、クリスお前は大丈夫だという太鼓判を押して別れていくわけだね。でもクリスは納得してなかったよね。そう、そこだよね。ここのズレが何だったのかなんですけど、クリスはソニックみたいになりたいってずっと思ってたんだよね。ソニックと出会ってソニックみたいに自由になりたいな、ソニックの姿を見て影響を受けていい子ちゃんから脱却できるようになっていったんだよ。で、自分で決めろって言われて自分で決められた。でもクリスは本当はソニックとずっと一緒にいたかったんだよ。そうだね。受け入れたんだけど、ずっと一緒にいたかった。本音の本音は。なんで受け入れたのかって言ったら、自分が弱いからなんだよ。ソニックと一緒に走ってずっと一緒にいられる資格が僕にはなかったっていう現実を見て受け入れただけで、本当は強くなりたいと思っている。だから最後まで僕は弱虫だ。僕は一人じゃ何もできない。弱いって自分を責め続ける。自分の弱さを呪い続ける。もっと強かったらソニックずっと一緒にいられるはずなのに、なんで諦めなきゃいけないんだっていう悔しさだよね。で、それを見ててソニックはそんなことねえぜ。お前には俺にできなかったことができた。お前にはお前のできることがあるんだから。別に俺と同じになる必要はないんだぜって、まあ強いソニックの言葉だよね。強いソニックだから言える言葉なんですよ、これは。確かにな。クリスから見たら、いやでもソニックと一緒にいたいのに足りてないんだよ僕はって思っちゃうよね、その資格がないと。そうだよな、思うんじゃないかなと。クリスの気持ちのズレっていうのはそこだったんじゃないかと。ソニックはそうでもないよって思ってるんだけど、クリスからしたら深刻なんだよね、自分の弱さっていうのは。結果自分の能力不足、力不足でソニックを縛っちゃうんじゃないかっていう懸念があったから別れることを選択してるわけだもんね、ソニックを縛りたくないと、そこは自分の力不足だっていうところを自覚してるんだとしたら、やっぱすごい責めちゃうよな自分を、もっと強かったらよかったのにっていうふうに思っちゃうよなっていう気持ちはあったんじゃないかなと。まあもちろんね、時間停滞化現象とかあるんで、ソニックと別れなきゃいけないんだけれども、まあなんかそういう気持ちがあったからのセリフなんじゃないかなっていうふうに思います。なるほどね。それを踏まえると第2期の成長、よーくわかりますよね。第2期のクリスの評価に関して結局6年間ずっとソニックの世界に行こうと思って研究をしてるんですよ、ソニックからの依存全然脱却できてないよねっていう意見もあります。なるほどね。その依存の観点で言うと、そう、結局家族ともまあ仲良くなれたし、成長したし友達もいっぱいいるのに、なんでそこまでソニックにこだわるのよと、でも自立したらいいじゃんっていう意見もある、実際そのヘレンとかね、恋人もいる中でソニックの世界に一人で行っちゃうわけですから、確かにすごい薄情なやつにも映るよね、でも違うんですよ。
クリスはずっとソニックと一緒に走れるように準備してただけなんですよ。強くなろうと思って6年間、空手を習った。大学に行った、バイトもした、飛行機も運転できるようになった、いろんなことを積み重ねてたのは、これ全部ソニックと一緒に走れる強さを手に入れるためだったって思うと、何も変わってないんですよね、クリスの本質って。もう一貫してソニックと一緒に走るための時間を過ごしてきていて、本当はみんなと一緒にソニックの世界に行こうと思ったけど、ソニックの身に何か危険が迫ってるかもしれない、写真が割れる、あの不穏なシーンでもう後先考えず行っちゃうぜは、あのソニックが褒めてくれたクリスの良さだよね。なるほどな。クリスはそういうやつだぜっていう。いい子ちゃんじゃなくて、自分が信じたアクションを突き進むやっちゃうんですよ。やっちゃえっていうのがクリスの本当の核。いい子ちゃんの呪いにかかる前から持っていたクリスの良さって言っていいんじゃないかな。欠点にも映るけど、それは美点とも見える。表裏一体ですよね。でソニックからしたらそれがいいじゃんっていうことだったんですよ。なるほど。だからクリスは何も変わってない、そこは。でもずっと努力してた、ソニックと出会うためにね。自分の弱さに涙したあの日から空手を習い、飛行機も運転でき、大学にも行って、どんどん自分の能力を高めていったわけだね。でもまあ第2期の中であまりにも強い強敵、メタレックスたちの戦いの中で自分の空手は通じない、自分の操縦テクニックも全然テイルスたちには及ばないという現実の中で、まあ一度ひしがれるんですけど、結局は自分が得意としているソニックのことを思ったサポートメカだったり、まあ技術だよね、っていう部分で進化を発揮して、クリスができること、まあ、ソニックには絶対できないことだよね、でソニックをサポートして、で頼もしい仲間ソニックのバディとして、第2期では大活躍したわけじゃないですか、だからクリスの中でもきっとようやくここに来れたと、ソニックと別れた時のあの悔しさ、あの大変だった6年間を経て全てを乗り越えて、僕は今ソニックの隣で戦ってる、この誇らしさったらないよね。なるほどね、ソニックが言った俺にできないことをできるじゃないかっていう、そこでまさに活路を見出したというか、そこで初めてソニックと対等となれたっていう、なるほどな。で家族と別れたことも自分で決めたし、まあ、エッグマンとの話とかでもあったけど、もうとにかく全部自分で決めていくんですよ、クリスは。そうだね。この姿を見てソニックも大満足でしょ。確かに自分で決められなかったあいつがここまで自分の意思で、ね、物事を進めて、結果ね、ソニックの非常に強力なアシストにもなってるわけでしょ。クリス成長したなって思うんだろうな、ソニックも。エッグマンも説教しましたよね。大変な時に人のせいにしたり、人に頼ったり、そんなことを繰り返してら、いつまでもお前はちっぽけなお前のままだぞ。エッグマン。そんなクリスがエッグマンのメカを信じます言ってるわけですよ。いやすごいな。一人の本当少年が青年になっていくこの成長物語だね。っていうのが第2期でちゃんとこう完結してるんですね。なるほど。第2期の物語の中心はクリスではないんだけれども、やっぱりクリスのその成長とかソニックとの関係とかで培われていったものっていうのはずっとあって、でそれがちゃんと実を結んでいることが第2期でわかると。なるほど。いうことで、以上ソニック X ストーリー考察、クリスの成長を紐解くでした。よいしょー、面白かった。すごいね。いやー、やりきったね。いや、熱い話が飛び出したな。いや、言っちゃいましたね。面白かったっす。またやっちゃいましたね。このシャドウ考察の時と同じ達成感。とりあえずね、ざっと話してみましたけれども、どうでしたかね。その、まあ、分かりづらい点もあったと思いますし、まあ、何度も繰り返しますけど、これはあくまでも明智の考察になりますんで、そうじゃないよっていう意見もあるかと思います。かなり偏った考え方もしている自覚はあります。ただ、ここまで話してきた内容って、やっぱりアニメに描かれてることがほとんどなんだよね。ソニックの表情の変化だったり、クリスの表情の変化だったり、一個一個のセリフだったり、そういうのってアニメの中で描写されてるんですよ。でそれって意味がわからない時は意味がわからないままスルーしちゃってたんだけど、ちゃんと意味がわかると、ああそういうことだったってなるようになってましたよね。であれば意図されてたものなんじゃないかなって思うわけですよ。そうね、辻褄が合うんだよね。確かに。一応補足なんですけど、ソニック X のテレビ東京の公式ホームページ、まだ残ってるんですけど、そこのキャラクター解説でクリスの項を見ると、まあ、気弱な少年です。ソニックとの出会いを通じて価値観が変化し成長していきますみたいなことが書いてあるの。まさにだ。めっちゃ書いてあるやんと思って。ちょっとびっくり。この考察をした後に気づいたんだけど、そうなん。書いてあるじゃんと。
すごく自信が持てたというか。なるほど。詳しくは書いてない。どういう価値観が変わったのかとか、何の成長だったのかっていうことは書かれてないけど、ソニックと出会って価値観が変わって成長した話なんだなっていうことは担保されたんで。なるほどね。ならば、ちゃんとそこは意図して作られてたんじゃないかと。はあ。いうことですよ。なるほど。よく見てるな。すごいね。てか、まだ公式サイトが残ってるんだってところもすごいし。そうだね。時間もかかりましたけど、それが報われたなという思いで、ソニック X っていうアニメ、見方が変わったし、やっぱりすごいなっていう。いや、本当にすごいアニメだね。全然だから普通に見たって面白いってみんな評価してるわけだけど、今回のこの見方をしたら全く違う価値観で新たな魅力としてソニック X を楽しめるわけだもんね。これは本当にいい作品である証拠でしょう。いや、やった甲斐があった。このクリスの物語っていう風に今まで見てきましたけど、その実、これってソニックの生き方のお話なんですよね。自分で決めろ。自由でいいっていう、ソニックがクリスという少年の導きを通して自分の生き様を示したというか、ソニック X ってなるよね。なるほどね。本当にこの時代のソニックのあり方、ソニックアドベンチャー1、ソニックアドベンチャー2の時代ですよ。モダンが始まって、っていう時代で、ソニックっていうのはこういうやつだぜ。It doesn't matter あるよね。誰が正しいか、誰が間違ってるかなんて関係ないぜ。っていう歌なんだよね。あれは。すごっ !Who is wrong, who is right っていうね。まさにじゃないですか。いや、すごいね。今回の話につながるね。自分の道を自分で決めるぜ。人生かけてみろよっていう、歌ですよね。なるほど。本当にそこが根底にずっとあって、全くブレない作品。ゲームとは違うアニメという媒体でここまでソニックをぶらさずに描き切ったっていうのは、鳥肌立ちましたね。びっくりしましたね。ということで、そこが分かるお話ができたんであれば、本当に良かったなと思います。面白かった。はい。じゃあ、今回の動画もいいねと思った方は、高評価、コメント、チャンネル登録もしていただければなと思います。お願いします。じゃあ、締めの言葉、お願いします。はい。ご視聴いただきまして、ありがとうございます。次回もよろしく。